皆さんこんにちは。陶芸家の小玉修司です。今日はですね、このちょっと釉薬を作るところから、薬をかけるところまでをちょっとお送りしたいなと思います。今砕いてたのは、天然の広葉樹の木を燃やした灰ですね。それを今、鉄と、これは長石ですね。長石と3種類混ぜ合わせて結構シンプルな作りになってますが、そこに水を足して混ぜ合わせていくという段階です。こういうのはあまり発信されてる方はいないのかなと思ってやってみてます。なかなか浸透するまで時間がかかります。鉄なんで結構赤い色素がつきますから、ゴム手袋をして、あとちょっと木の灰がアルカリ分が多いので手がちょっと荒れたりするので、手袋をしてます。最初の時点ではちょっと結構濃いめにしたいので、あまり水を入れすぎずにちょっとドロドロの感じでいきます。これがなかなか大変ですね。陶芸家の方だったら誰しもされたことがある作業だと思うんですが、本来はボールミルとかっていうのを使えば結構すぐ、でもそれでもずっと回していないといけないので1日とか回すのかな。僕はボールミルは使ったことがないので結構人力で手でやってます。弟子の頃はですね、結構洗濯機なんかを使って混ぜてましたが、今は手ですね。なかなかこの混ぜるのが大変ですね。そして赤いので白いシャツ着てますけど、飛び散ったらあまり取れないっていう、作業的な感じで着てるんで、白いシャツでもあまり気にせずに着てますね。この辺からはちょっと早送りで水足してますね。はい、ちょっと薄めて、これをどんどん溶かしていきでこしていく作業になります。ちょっとね、これはパン作ってる方とかお菓子作ってる方が見ると、お菓子作りとかパン作りと似てるなっていう部分があるみたいで、時々こういうのを作業してる時にちょっと打ち合わせなんかが入ってすると、似てますねっていうことをおっしゃられる方がいますね。でこっから多分こす作業に入ります。尺ですくってですね、この通しっていう網目状になった通し機で、もう地味ですね。これもね、ずっとこしていきます。こして下に釉薬を落としていきます。ダマが残ってますとやっぱり溶け具合にムラができたりするので、きれいに混ざるようにちょっとずつ落としていきます。結構細かめの通しを使ってますね。はい、落ちてくるんです。じゃあダマがね残ってきます。これをまたしっかりこしていき、この辺がちょっとお菓子作りっぽいんだと思うんですけど、ダマがなくなるように落としていきます。これ1回目ですね。でこれをあと2回ぐらい繰り返すのかな。全部で3回ぐらい、はい、全部落としてしまって、ダマが残ったらそれはちょっとまた捨ててっていう感じになりますが、でまた入れて、ひたすらこれの繰り返しです。この他にも釉薬はいろいろあるんですが、この赤い、これ焼き上がると黒になるんですが、釉薬の時点では赤い、この釉薬が結構一番大変といえば大変ですね。こす作業は大変です。
これをずっと繰り返していきます。色だけ見るとなかなかきつめの色に見えますね。これが黒になるんだからちょっと面白いですよね、陶芸ってやっぱり。この赤は酸化鉄ですね。結構量も多めに入れてますね。陶芸の材料も最近は物価高騰などでなかなか値段も上がってるんですが、酸化鉄はまだ比較的安定していますね、価格は。まあそれでもやっぱり上がってはきていますが、手に入りにくい材料というか原料も多くなってきましたね。なので僕の作品作りは一応なるべくシンプルな材料を使うようにはしてるんですが、でレシピというかその調合する配分ですね、これもなるべくシンプルなものにしています。結構残ってますね。これは灰の不純物というかそういうのが結構残ってるんですけど、灰は灰でこの前に生成してますからね。一回生成しててもやっぱり残るっていうことですね。これをまださらに何度か繰り返していくという感じです。1回目で落ちきったら2回目以降は結構早く落ちます。2回目以降はこんな感じで一応さらっと落ちていくという感じですね。だいぶできてきました。なんかこうチョコレートにも見えてきますね。こう見てるとだんだん赤というかまあいろいろ入ってるのでやっぱちょっとエンジっぽい色なのかな、これは。これで2回ですね。全部で多分3回ぐらいこすのかなと思うんですが、これで次こっちの深い方のはけに戻して終わりぐらいかなという感じですね。まあ、なかなか原始的、なかなか大変な作業でございます。まあ、便利な機械とかも今はたくさんあると思うんですが、なかなか工房でそういう機械類を置くスペースがありませんので、今のところは手でやってますね。これ自体は別に手でやるからいいとかっていう問題ではなさそうです。はい。まあ、こす作業は絶対必要だとは思うんですが、ダマがあるとやっぱり釉薬の溶け具合に影響してきますので、しっかりこさないといけないんですが、別にこれは人がやっても機械がやってもいいのではないかなと思います。じゃあこす作業はここまでかな。はい。次は多分釉薬の濃度を測っていく作業ですね。これ棒目と言います。比重計ですね。釉薬のえっと
水がゼロなんですが、水と比べてどれぐらい濃度が濃いかっていうのを測る道具ですね。釣りの多分浮きみたいな構造になっています。で、濃いめに作ってますから、ここに水を少しずつ足していって自分の好きな濃さにするという感じですね。この黒に関してはメモリが売ってあるんですが、58とか60、58から60の間っていう感じでいつも合わせています。ちょっと濃いめです。はい、薄くはないですね。でもすごく濃いっていうわけでもない。政治とかだったら多分64とかぐらいで薬をかける方もいらっしゃると思うので、結構ドロドロですね、64までいくと。はい、一般的な釉薬でいうと多分61、2って感じなんじゃないかなと思いますが、その辺もされる方によっていろいろですね。薄めにかけたい方もいれば濃いめにかけたい方もいますし、素焼きのね生地自体が分厚いと薬は濃くかかりますし、薄いとやっぱかかりにくいしっていう感じで、僕の作る作品は全体的に薄めなので、60とか58でもそんなに釉薬が濃くかかるっていう印象ではないですね。で混ぜて、まだ測ってますね何度もこれ測ってますね。これ今久しぶりにやるとちょっと感覚をね見失うんですが、弟子の頃とかはもう一発で合わせれてましたよ。やっぱり同じこと何度もするので、手の感覚だけでなんとなく濃さみたいなのも分かってきて、釉薬の濃さが分かればすぐにできるんですけど、この日は何度も測ってますね。何度も測ってるってことは濃さがよく分かってなかったってことですね。はい、これ一輪挿しですね。一輪挿しをこんな感じで中に入れていき、はい、これは素手でやってますね。ゴム手袋してるとやっぱり感覚が鈍るので。これもいろいろ作家さんによってあるんですが、作り手の方によっては釉ばさみって言ってハサミみたいな道具で作品を挟んで薬をかけるっていう方もいれば、手で持ってする方もいるし、はたまた撥水剤を塗ったり後ろにですね、そういうのをされる方もいるし、流しがけといって尺で流すようにかける方もいらっしゃいますね。ここはいろいろです。はい、僕はこれに関しては手で持ってやってますね。うちの作品でも手で持ってやらないものもあります。はい、それはもういろいろケースバイケースです。以上です。焼き上がりはこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。